皆さんこんにちは。お疲れ様です。窓の外はすっかり初夏の気配が濃くなってきましたね。素足で過ごす日も増えてきました。台風なんかが来た日もありましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は今乳がんの術後治療としてホルモン療法を続けています。こうして言葉にするとなんだか少し身構えてしまいそうですけど、ありがたいことに体調はとっても元気で、仕事も復帰してますし、日々の暮らしの中で大きな支障は特にないですね。生理も止めてるのでもう快適です。子供たちに振り回されたりだとかね、猫たちにご飯を催促されたりとか、編み物してね夜更かししたりとか、そんな相変わらずの毎日を過ごしています。ただ定期的な検診がある関係で、しばらくの間ネイルができないんですね。ジェルネイルができないんですよ。半年ほどでしょうか。もともと私爪がすごく小さくって、実は少しコンプレックスでもあるんですけど、ネイルすると指先が少しだけ整って見えて、なんだか気持ちまでシャンとするので好きだったんですよね。だから今はその代わりというわけではないんですけど、指輪をつけたりして楽しんでいます。でも最近ふと思い、ブレスレット編んでみようかなと思いました。小さなアクセサリーって身につけると自分だけが少し機嫌よくなれることってないですか？誰かに気づかれなくてもいいんですよ。お茶を入れる時とかね、パソコンを触る時とか、ふと視界に入った時に嬉しくなるような、そういう小さな楽しみになればいいなと思って、編んでいこうと思います。今回使うのは100円ショップの糸なんですけど、実は正直なところを言うと、私はセーターやカーディガンとか編む時にはあんまり100円ショップの糸を選びません。やっぱり直接肌に触れるものですし、着心地とか風合いを考えると毛糸にはしっかりお金をかけたいタイプなんです。今毛糸すっごい高いんですけどね。ただ糸って不思議で、触った瞬間に分かるものやっぱりありますよね。ふわっとした柔らかさだったりとか、編んでる時の滑らかさだったりとか、もう見るだけであったかいなって分かる毛糸ありますよね。だから大きいものを編む時は信頼できる毛糸を選ぶことが多いですね。今回は3号のかぎ針で編んでいこうと思います。机の上に糸とかかぎ針を並べて、さて始めるかと腰を落ち着ける時間が結構好きで、編み始める前の準備の時間にもなんだか小さな儀式みたいな楽しさがあります。今回のデザインはこちらの本を参考にしています。概要欄にリンク貼っておきますね。ただ本で使われている糸と今回の糸では質感も太さも違うので、指定通りっていうよりかは自分の手首に合わせながら編んでいこうと思います。編み物って料理にも似てますけど、最後はやっぱり自分の感覚が頼りになるんですよね。きつすぎてもダメだし、緩すぎても落ち着かない。実際に身につけるものだからこそ、そのあたりは編みながら探っていきます。それにしても前回のセーターがなかなか大変だったので、今回は驚くほどサクサク進みますね。なんだか長距離走の後に散歩しているような気分です。100円ショップの糸なのでそこまで細かいわけでもなく、編み目も見やすいんですよね。これ以上ね細くなると、私乱視なんですけど、乱視の私にはなかなか厳しいものがありますね。夜になるとさらにです。でもですね、100円ショップの糸にもちゃんといいところがあって、今回のようなブレスレットにはむしろ向いてるんじゃないかなと思ってます。
天然素材の柔らかな糸と違って少し合成繊維ならではの硬さがあるんですよね。そのおかげで編み上がった時に形が崩れにくくて質感もパリッと仕上がったりする気がします。少し張りがあってでもそれが心地いいというか、糸には糸の個性があって高いからいい安いから悪いっていう単純な話ではないですよね。これ言ってて楽器も同じだなと思ったんですけど、向いてる場所が違うんですよね。そんなわけで1本につき30分くらいでしょうか。気づけば何本か試しに編み上がっていました。こういう小物は成果が見えやすいので嬉しいですね。少し編んだだけでもちゃんとできたという達成感がありますね。一応水通しをしてアイロンもかけてみます。結構質感が変わった気がします。柔らかかった糸がスッと背筋を伸ばしたみたいに整ってパリッと気持ちのいい仕上がりになったと思います。布でも糸でもそうですけど、最後のこのひと手間で表情が変わる瞬間って面白いですよね。そしてここで登場するのがこちらなんですけど、母がね残したボタンの山です。洋服についてくる予備ボタンってあるじゃないですか。シャツの内側に小さな袋でついてたりとか、タグの端にちょこんと縫い付けられていたりとか、母はねあれを一つも捨てずにね取っといておいたんですね。昭和の頃からコツ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 と、まるで木の実を集めるリスみたいですよね。気づけば缶いっぱいになるほど集まっていて、大きさもね色もねバラバラなんですよ。これがどう使っていいかわからなかったんですけど、大きさもね色もバラバラで眺めてるだけでも面白いんです。そのボタンたちが長い眠りから目を覚ます時が来ました。まさか何十年も経っていつか使うかもしれないっていうのがちゃんとね未来へね受け継がれてる感じがしますよね。どのボタンにしようかなと選んでる時間も、なんだか今ここにはいない母と一緒に手芸箱を覗いているような気持ちになりました。ここで一曲お届けします。一曲というか3歳の娘がいるんですけれども、3歳のなりたての時に言葉の練習をしてまして、それをね録音してたんです。皆さん小さいお子さんいるご家庭は絶対に録音しておいた方がいいです。声の高さはもちろんなんですけど、あどけなさとかね、単語一つでもすっごい可愛いんですよ。でその言葉を音楽に乗せてみてます。ある日の録音になります。ちょっとトンチンカンなんですけどお聞きください。子供図鑑。キリン、カバ、ゴリラ、キツネ、シマウマ、パンダ、
かんない。きゅうり、ブロッコリー、わかんない。アスパラ、アプサラ、アプサラ、アプサラ、アスパラ、アプサラ、アプサラ、アプサラ、アスパラアプサラ、どっちかわかんなくなっちゃう。アスパラ、アプサラ、アプサラアプサラ。いいやまあアプサラで。ママ間違いないんだよ。ボタンをつけて完成です。いろんな組み合わせをしても楽しいですね。さて、本日はここまでになります。実は最近サマーヤンを購入しました。気づいた方もいらっしゃったかと思うんですが、夏の毛糸って見てるだけで涼しげですよね。さらっとしてます。何を編もうかというと、こちらの本に載っている夏用の帽子を編もうと思います。麦わら帽子みたいな雰囲気で、またご紹介しますが、日差しの強い季節にぴったりなんじゃないかなと思っています。果たして無事に完成するのか、はたまたまた冬を迎えてしまうんじゃないか。また少しずつその様子もお届けしていけたらなと思っております。それでは引き続きまたこのチャンネルで語らいましょう。季節のこととかね、暮らしのこととか音楽のことも、音楽とともに編む日々を楽しみましょう。音楽作家のまりえでした。それではまた。